こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは猫や花、そしてお菓子など好きなものを水彩で描いています。猫の描き方動画では様々な猫ちゃんを描いているので、もしよかったら一緒に描いてみてくださいね。紙と鉛筆があれば線画の部分だけでも楽しむことができます。さて、今回は高いところからこちらを見下ろしている猫ちゃんを描いてみたいと思います。冷蔵庫の上とか本棚の上とか階段とか、少し高いところからこちらをじっと見ている図です。難しそうに見えてコツを押さえればスッと描けると思います。鉛筆で輪郭線を取った後、水彩で色をつけて完成という流れになります。動画を止めながら一緒に描いてもいいですし、出来上がる過程を眺めるだけでも大歓迎です。画材の詳細は動画の説明欄をご覧ください。まず全体像をつかむために大まかな当たりを描いていきます。最初に猫ちゃんが立っているところを一直線でもいいので描きます。この土台意外と重要です。そうしましたら頭の丸から描いていきます。まだ当たりの段階では細かいことは考えずに、だいたいこんな感じかなという丸で大丈夫です。頭の下に体、下の方が膨れた形でやや大きめに描きます。煽りの構図ですので、正面よりも体が大きく見えます。真ん中に2本前足を描きます。やや長めに先の方に手の膨らみが少し見えます。次に後ろ足を体の膨らみと重なるように描きます。尻尾や足が覗いている場合は描きますが、今回は見えていないのでこのままいきます。頭の丸の上に三角形の耳をつけます。正面の時より間隔を空けて左右につけると良いです。少し開き気味に正面の時より短めを意識しましょう。全身の当たりができたので顔のパーツを入れていきます。顔の中心を通るように縦の線、そして上側にカーブさせて横の線を引いておくとガイドラインになります。横線の両側に目、縦線に鼻と口があります。まずこの辺りに鼻、そしてその下からオメガの形で口をつけます。この鼻周りのエリアがマズルといってぷっくりしているので、顔の中で少し盛り上がっていると意識しておくといいと思います。目は丸っこくややほっぺに押し上げられるような形で描きます。黒目を上寄りに入れると角度がついて見えやすいです。当たりが取れたら次は全体像をまとめていきます。当たりの線をもとに形をつないでシルエットを整えるイメージです。一旦ここでまとめておくことで、後に形を修正しやすくします。余分な線を消したり書き足して軽く整えておきましょう。ここからは違和感のあるところを中心に形を整えていきます。頭と体のバランス、耳の位置、目の角度といった細部も確認しながら仕上げていきます。実際の猫ちゃんや写真を参考に修正していきましょう。今回のポーズは煽りの角度がついていることがしっかり伝わるようにするのがポイントです。頭をやや小さく、そして体を大きめに、前足は長めに描くと自然なバランスになります。耳は左右に開いて大きくなりすぎないように注意してみてください。目は鼻やほっぺの影響を受けて立体的に見えます。顔のパーツが難しいなと思った方は、こちらの動画で顔の描き方を詳しく解説していますので、よかったら煽りの角度のところを参考にしてみてくださいね。
こからは色を塗っていきます。このパートは飛ばしていただいても大丈夫ですが、色をつけてみたい方はご参考までに見てみてください。まずは全体に薄く色を塗ります。細かいところはまだ気にせずにざっくり塗ります。それから顔周りや模様の部分など少しずつ細部を塗ります。仕上げに輪郭線を整えたり、おひげを引いたりして完成です。水彩以外でもお好きな画材で塗ってみてくださいね。見下ろすポーズの猫ちゃん完成しました。動画良かった、参考になったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。煽りのコースだとちょっとふてぶてしい感じというか迫力が出やすいのですが、やっぱり猫ちゃんはどんな姿でも可愛いですね。俯瞰のコースでも描いていますので、もし気になった方はチェックしてみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。